長澤博之さん、当時15歳。爆心地からおよそ2キロ離れた南町にあった広島師範学校の寄宿舎で被爆しました。前の晩、空襲警報が発令されて警備に当たっていたため、8月6日の朝は仮眠をとっていました。強烈な爆風で倒壊した建物の下で命を落とした友人。駆け込んだ救護所で目の当たりにした被爆者たちの悲惨な姿が今も忘れられないといいます。原爆投下という人類の過ちを二度と繰り返してはならないと強く願っています。短期動員が切れまして、普通の学校の授業いうところまで行きませんが、警備に当たるようになったんです。そうして、当日の前の前夜、8月5日ですか、これ空襲警報が発令されましてね、でまた警備について、その時は2年生が、大半が秋郡の屋外という村がありましてね、そこへ学校林があって、そこの下枯れに行ったんですよ。2年生の大半、70名ぐらいですか。で残ったのが我々7名が残ったんですよね。で1年生が80名前夜に警備に当たりました。それの代替えとして翌日仮眠する時間ができたんですよ。1年生の半数はもう本校の方の警備で出まして、残ったのは40名、我々7名で8月6日の朝の8時15分をそこでみんなが迎えたわけですよね。でみんなおそらくみんな仮眠をしとったろう思うんですよ。で私たちもね、同級生が自習机の反対と向こう側に1年生、私と同僚がどういうんですか、通信帯がありましたから通信帯側へ。で同僚はどういうんですかね、廊下側へ寝とったんですよ。そうしたらバーンというだから寝とるもんですからね、全然敵機が来たいことがわからんかったんですよ。わからないんですわ。でいつの間にかこれ爆風でバーンと倒れたんですね、その校舎が寄宿舎が。でそれは昔の師範学校の跡地だったものですから、相当古い木造の建物で、私が1寮3室ですか、そこでその当時そこの部屋でおったわけですが、1年生が3名、私が同僚が2名、爆風でたちまち倒れましてね、倒壊しまして、私は開花なもんですから倒れたらもう全然真っ暗で出るところが見えてこないんですよね。でどういうにもがいたものか知りませんが、自力で這い出たのが30分ぐらいかかりましたか。その時に同僚は2階の防火用水がまともに当たって即死状態だったろう思うんですよ。出てきませんでした。足を引っ張り寄ったんですよ、私出る時に。即死じゃなかったんじゃろう思うんですね。その足を引っ張るのがだんだんと緩んだもんですから、これはもう普通の状態じゃないのとは思いました。
で私は一人がもがいて1年生に助けを求めてようやく入れた時に見たらもう広島の南町1丁目から見るところはガスタンクの方から全部焼け野原になっておりました。これにはびっくりしましたね。何の爆弾やったろうか、特殊の爆弾やったんやろうなあいうふうに思いましたね。今日はね、ここガラスが入りましたね、ガラス線が。あとは別にどういうんですか、付けの中へ入り込んだいうこともありましたんですので、別に外傷はありませんでした。でもちろん室内ですからやけどもせず、放射線もあまり浴びたこともないなかったんじゃろう思うんですよ。割と元気でした。キノコ雲がですね、もう私たちが逃げるのを追っかけてくるぐらいのような感じでどんどんとこう迫ってきましたね。キノコ雲にはびっくりしました。生き物のようでしたわ。宿舎の隣が農場がありましてね、その農場の一角に学校長の官舎がありまして、で校長来られて、長歌を脱がれて僕に履いて救助に当たってくれ言われたんですが、その長歌が入らないんですよ、私の足に。それで校長にすまなかったんですが、お返ししたようなこともありましてね。それどころじゃない、私が被爆者ですから、もう救助どころじゃない、もう救護所へ行くのが急いでるものですから、南の国民学校がちょうど救護所にありましたもんですから、校庭がそこへもう今のやけどから肉片が飛び出る、芽が出る、哀れな姿で泣き叫ぶ、特に女の人が多数そこへ来ましてね、泣き叫ぶような泣き声を聞いただけでも話をしてあげようかいう気持ちが起きないんですよね。私たちが割と元気なもんですから、どういう手ですか、残酷なこの世の地獄のような感じでそこへ集まっておられる方に、申し訳がないような感じがしましたね。部員さんの処置をしてもらうのにとにかく処置いうふうにその当時の薬もありませず、ただ油を塗ってもらってやけどの後へ塗ってもらうぐらいで、みんながそれではなんですよね、完治するようなところも行きませんよね。だから私もね、それから割と軽症じゃったもんですから、友達で歩いて香港の方へ行った方が安全じゃろうとこういうふうに思いましてね、あれから霞町からずっと東雲の方へ出て行ったんですが、出潮ですか、辺りまではまだ被爆者が随分おりましてね、みんなやけどが多かったですよね。で泣き叫ぶ私たちは助けてください、学生さん助けてください言われるんでも私たちはどうしようもないんですよね。そういう皆さんのそういう状態を見てもね、どこへ連れて行っていいもんやら分からず、私たちはとにかく香港へ行くのがいっぱいで、東雲の農家はブドウ畑いうんですか、ブドウの棚が随分ありました。そこへもだいぶ被爆者が座り込んで学生さん助けてください助けてください言われるんですが、私たちは返事もできず、どういうんですか香港の早く
つきたいいう気持ちで振り切って、香港に行ったわけですよね。そして武道場が1年生の半数と私たちが行って武道場が救護所になりまして、そこへみんな寝泊まり3日間ほどしました。ほんで帰ったのは3日目に帰らせてもらいました。それも朝だからこの島の方へ帰る同僚下級生と一緒に宇品まで歩いて出ましてね、それから船でそれぞれの故郷へ帰ったんですが、帰っても3日ぐらいでしょうか、ずっと寝たきりでね、熱は出るし上言は言うし、どういうんですか、親は心配したそうですね。で3日ぐらいして割と回復したような感じでした。本当に、どう言っていいでしょうか。この世が本当こういうことがあっていいんじゃろうかというような感じがしましたね。本当に残酷でしたね。草木も生えないような広島の街を見た時は本当それは被爆した私たちでないとわからんでしょうが、本当どういうですか、普通の焼け野原とは全然違う状態だったもんですからね。ああいう惨状は見たくありませんでしたね。また言いたくもありませんでした。日本と同じように今後被爆国を作らないように、もうとにかく原爆は二度と使うことのないような国になってもらいたいと思いますよね。